皆さん、こんにちは。ゆうたです。生きていく上でコミュニケーションってとっても重要ですよね。特に日本語教育においてもコミュニケーションはとても大切です。学習の過程での教師と生徒間でのコミュニケーションはもちろん、言語を使用するというのはコミュニケーションをするということです。つまり、日本語を学ぶということはコミュニケーションを学ぶということでもあります。ただ、重要であるからこそ、複雑で難しく問題が起こることも多いですよね。今回は、そんなコミュニケーションを円滑に行うための一つの手がかりとして、ジョハリの窓というものを説明します。ジョハリの窓は、人間関係の理解や自己の成長の促進のために提案されたモデルです。アメリカの心理学者、ジョセフ・ラフトとハリントン・インガムが提案しました。2人のファーストネーム、ジョセフとハリントンを合わせてジョハリの窓と呼ばれています。このジョハリの窓は、横軸に自分が知ってるかどうかを取り、縦軸に相手が知ってるかどうかを取って、私を4つの部分、4つの窓で表したものです。1番目は開放の窓と呼ばれています。この開放の窓は、自分も知っていて他者も知っている自分の部分です。例えば、皆さんが自分のことを明るい人間だと思っていて、他者も皆さんのことを同じように明るい人だと思っていれば、これは開放の窓に入ります。2番目は盲点の窓と呼ばれています。盲点の窓は、自分では気がついていないけれど他者は知っている自分です。例えば、自分では自分は全然ユーモアのセンスがないと思っていても、実は周りの人には A さんって意外とお茶目なところがあるよねと思われていることありますよね。このような部分を盲点の窓と言います。3番目は秘密の窓と呼ばれています。この秘密の窓は、自分は知っているけれど他者は知らない自分です。これは相手に知られたくなくて意図的に隠している部分と、隠そうという意図はなくてもなかなか話す機会がなかったり、結果的に相手に隠れている部分、両方が含まれます。4番目は未知の窓と呼ばれています。未知の窓は、自分も知らない、他者も知らない自分です。ここに自分でも気がついていない潜在的な能力が眠っていると言われています。いわば可能性の部分ですね。この4つの窓の大きさは、国民性、文化圏、その人の性格、そして相手が誰かによってそれぞれ異なります。それでは実際にジョハリの窓を使って自己分析をしてみましょう。いろいろなやり方があって一長一短なんですが、今回はその中から一例をご紹介します。まず、性格の選択肢を書き出して用紙を作ります。性格を表す言葉はたくさんあるので、目的に合わせてピックアップしてください。仕事に必要な項目を増やしたり、異文化コミュニケーションに必要な項目を増やしたりします。例えば、負けず嫌い、流行を取り入れる、慎重、それから話し上手、聞き上手。次に、用紙を人数分コピーして配ってください。これは人数×人数分用意します。そして自分の名前と他の参加者の名前を1枚ずつ書いて、その人に当てはまると思う項目に丸をつけていきます。記入が終わったら、その人本人に用紙を渡します。最後にジョハリの窓の4区分に書き込んでいきます。自分も他の人も丸をつけているものは開放の窓です。自分は丸をつけていなくて、他の人だけ丸をつけているものは盲点の窓です。他の人は丸をつけていなくて、自分だけ丸をつけているものは秘密の窓です。自分も他の人も丸をつけていないものは未知の窓です。紙を用意するのが大変な人はアプリなどでもできるようです。ジョハリの窓、スペース、診断などで検索してみてください。基本的には開放の窓を広げていくことが他者とのコミュニケーションを豊かにして自己理解を深めていくことにもつながるとされています。
外国に行った時や外国人と接触した時など、異文化間でのコミュニケーションは難しいですよね。この異文化コミュニケーションの難しさを緩和するためにも、ジョハリの窓は有効です。日本語教師としては、日本の文化を理解し、そこに適応しようとする日本語学習者を支援する際にとても重要な視点です。開放の窓を広げるためには大きく2つの方法があります。1つ目は自己開示です。自己開示というのは、自分について本当の情報を相手に伝えることと定義されています。つまり、相手が知らない自分のことを相手に伝えることですね。この自己開示によって親密感や信頼感が高まり、対人関係が発展していきます。また、自己開示には偏方性というルールがあって、私たち人間は相手の自己開示と同程度の量や深さの自己開示を相手に返す傾向があります。例えば、相手に好きな料理の話をすれば、その相手も同じような自己開示をして、こちらが深刻な悩み事を話せば、相手も非常に個人的な話を打ち明けるといったものです。皆さんにもこんな経験はありませんか？開放の窓を広げる方法のもう一つは、他者からのフィードバックです。これは盲点の窓を縮小させて、その分開放の窓を拡大させる方法です。つまり、相手が知っているのに自分は知らない自分について相手に教えてもらうということです。他者からの批判に素直に耳を傾けることができる人は、フィードバックを受け入れて盲点の窓の内容を開放の窓に移動させることができます。逆に頑固で人の言うことには耳を貸さないタイプの人にはそれができず、盲点の窓は広いままになってしまいます。基本的には開放の窓を広げることが円滑なコミュニケーションにつながるのですが、何でもかんでも自己開示をすればいいということではありません。ポイントは自分の4つの窓を知ること。その上で何がコミュニケーションの障害になっているのかを考え、窓の大きさを調整することです。今回の動画はここまでです。今回はジョハリの窓についてお話ししました。ジョハリの窓には開放の窓、盲点の窓、秘密の窓、未知の窓という4つの部分、4つの窓がありました。そして開放の窓を広げていくためには、自己開示と他者からのフィードバックという方法がありました。このジョハリの窓を知っておくことで、他者とのコミュニケーションを豊かにすることや、自分自身を深く理解することの何かヒントになるのではないでしょうか。また、日本語教師にとっては、学習者の異文化適応をサポートするためにもとても役立つ知識だと思います。この動画が役に立った、面白かったと思ったら、LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。